客席に飛び込んだりもするんで帰ってくるのが大変なんです。考えたこともなかった。一周回ってベタなやつやっぱ飽きちゃう。それあなたがデザインしました。皆さんこんにちは。 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回のスニーカーホリックは日本だけではなく海外でも活躍されているロックバンドのコールドレインの皆さんです。よろしくお願いします。いやーすいません、こんな早い時間からなかなかやっぱこの時間から活動されることってあんまりないですよね。ないですね。夜中まで曲作って朝寝てますね。そうですよね。早くにも来ていただいても GQ が本当にすいません本当にいやじゃあちょっと自己紹介を一人ずつしていただいてもいいですか。コールドレインベースのりょうです。お願いします。お願いします。ギターの杉です。お願いします。お願いします。ボーカルMasatoです。お願いします。お願いします。ドラムのKatsumaです。お願いします。お願いします。じゃあこっちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやすごい。コールドレインさんといえばバンズが主催するロックフェスのバンズワープドツアーにも参加されてるんですよね。はい、すごい。それでどこの国でやってるイベントなんですか。アメリカを全都市回る。すごい。何箇所ぐらい。40何ぐらいだっけ。もう忘れちゃった。知らん。2ヶ月半ぐらいです。2ヶ月半。その間はもうずーっとアメリカにいらっしゃるんですか。はい、そうです。収録でライブ。めちゃくちゃ働いてるじゃないですか今回こちらのスニーカーがこのコールドレインの皆さんのスニーカーなんですけど、今までのこのスニーカーホリックスのちょっと色と違うというか結構変わり種のものもありますし、でもやっぱバンズも多いっすよね。バンズもありますね。スクール、コンバース。ちなみにじゃあメンバーの中で言ったら誰が一番スニーカー好きとかって。一番一応持ってたかもしれないですけど、すごく控えめですねちなみにどれぐらい数で言ったらマサさんは30ないんじゃないかな。20半ば。今日履いてるスニーカーっていうのは今日はニューバランスですね。ニューバランスの中でもでもちょっと珍しいモデルですね。これがなんか、ニューエラとのコラボ。これとセットなんですよ。生地もなんか同じ生地使ってるみたいな。可愛いですね。これどのタイミングで購入されたんですか。これはなんかいただいて、ニューバランスから。結構僕らフェスとか主催してるんですけど、その時にニューバランスが結構サポートとかで入ってくるたりして。いいなあ、サポートされてえなあメンバーの方それぞれに最近お気に入りのスニーカーを持ってきてもらいました。じゃあまず勝間さんお願いします。これはですね、このアディダスの424とコラボのやつですね。可愛いですね。まずこの形が可愛いのと、あとソールが分厚いんで、僕は結構ブーツ履くことがやっぱマーチンとか多くて、なんかそういう感触にちょっと慣れてるところもあって、ちょっと厚めのものを選びがちなんですけど。なるほどなるほど。そのあたりもこの形と一目惚れして買いました。でこれ僕が持ってる唯一のアディダスです。人生でもそんなアディダスってあれですか。いやマジでこれだけかもしれないです。見たことなくない？多分ない。マジですか。小学生の時もノーアディダスですか。一回もスタンスミスとか通ってないか。通ってないね。小学校とかも俺エアウォークでしたもん多分。初アディダス。これおしゃれすぎますよ。変わり種のやついく。そうですね。なんか結構人間的にもそうなんですけど、なんかあんまスポーティーな感じがなんか合わない感じがして、なんかそうスポーツもそんな運動神経も悪いですし、運動音痴だから的にもね。スポーツは通ってきてないんですか。球技とかもう本当にヤバめな。中高勝間と一緒なんですけど。そうなんですか。
高校生の時か、なんか急にバスケ部に入るって言い出した時にバッシュをその1年か2年前ぐらいにあげたことがあったんですよ、たまたま、そしたらバッシュ持ってないからっつって部活に来た時に外で履いてためっちゃ汚いやつを普通にコートの上で吐き出してマジ失礼。バスケ部から嫌われるやつじゃない全員あいつ何してんのもうその時多分俺も履き替えなきゃいけないのみたいな顔してましたその時のバッシュ何だったか覚えてます？時代的に&ワン。あー懐かしい。&ワン懐かしいですね。だったかもな。&ワンだぜみたいな顔してたかもしれない今思い返すそうですね、僕はまあ最近のお気に入りというよりかは、ルーツかもしれないですけど、スーパースター。もうスーパースターどういうところが？初めてスニーカーっていうものを意識し始めた中1ぐらいの時とかに、好きな音楽、アーティスト、アメリカのそのラップコア系っていうか、ニューメタルって言われてるジャンルの人たちが、多分ヒップホップの影響を受けて、ロックバンドがみんなスーパースター入ってて、リンプビズキット、コーンとかませすぎてないですかその中1 PV とかで、超スニーカーのよりとかがポンで出るのシーンがいっぱいあって、もうスーパースター持ってれば近づけるみたいな。なるほどなるほど。思ったのを覚えてます。じゃあ結構そのアーティストの方の憧れからスニーカー入ってって、その最初の原点がスーパースターだったんですね。そうですね。形とか見た目とか結構どうでもよかったですね。人でした。人っていうかそのカルチャーっていうか、多分まあもともとが多分ランディ MC のもうジャージセットアップとそうですよね、前アディダス着てると思うんですけど、なんか俺は逆にその人たちに影響された人たちに影響されてみたいな。なるほどなるほど。緩いパンツにキャップ逆にかぶってみたいなに憧れて。続いて横地さん、はい、よろしいですか？僕はこれですね、ネイキッドウルフのアサシンっていうスニーカーなんですけど、初めて見た。めっちゃでかいんですよね。これでかいですね。多分他のと比べると分かるんですけど、なんでこの真っ白がこう足元にでかくあるパンチ感がすごい気に入ってて、気に入りすぎてこれ2足目なんですけどなるほどなるほど。白くなくなっちゃったんで2足目買っちゃうぐらい結構使いやすくて最近お気に入りですね。これがこれどこで見つけて購入されたんですか？なんかそれこそピンタレスとかああいうのでファッション系のやつチェックしてる時に、なんかこれかっこいいなと思って見てたら、多分まあ海外のブランドなんですけど、見つけてしたらなんか結構ブーツとか作るような靴職人の人がこういうスニーカーを作るみたいなコンセプトでやってるみたいで、だからなんかちょっとしっかりしてるんですよね、普通のスニーカーよりも。価格帯ってどれぐらいなんですか？ 3万円いかないぐらいです。ああ、なるほどなるほど。まあスニーカーの定価って考えたらちょっと高いかなぐらいな。そうですね。でも結構頻繁にセールやるんでいきなり半額とかになったりするんですよだからまめにちょっとホームページとかチェックしてないと損しちゃう。なるほどなるほど。海外あるあるな。ちょっと恐ろしいカンペが出たんでちょっといいですか？皆さんこのスニーカーはどう思いますか？欲しい欲しい。めっちゃ欲しい。最悪なカンペじゃん俺は身長漏れそうでいいな暑いからね。確かにね。ちょっとバレンシアガのトリプル S っぽい感じもありますもんね。そうですね。杉さんよろしいですか？僕はこれですね、ジョーダンの Y ノットっていうやつです。たまたま買い物をしてて、御殿場のアウトレット行ってたんですよ。行くんすか？結構行きます。ロックミュージシャンのアウトレット。行くの？買い物するんですよ。大丈夫なの？嘘だ。安いの目指して行っちゃってんのかよ。車で友達と？俺一緒でした。メンバー同士で行くんすか？行っちゃいましたね。そんなパターンあるんですね。その時にたまたま見かけて、僕そのジョーダンとかそんな詳しくないんですけど、なんかデザインがかっこいいなと思って。なるほど、もう一目惚れで。そうですね。で値段も安かったんで。そうですよね。アウトレット価格こんなに俺
ロックの方を身近に感じたことないです嬉しいな。どういうところがこう気に入りましたか？そうですね、ソールも黒で、全部真っ黒なんで、基本的にソールって白とか多いじゃないですか。はい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 。あんま自分もこういうの持ってなかったし、ちょっとなんか近未来的なデザインで、黒のパンツよく履くんで、なんかちょっと足長効果じゃないですけど、狙えるかなみたいな。なるほど。みんな盛りたい。とにかく盛りたい。身長高く見せたいんですね。いや見せたいです。全員大きく見せたいですね。めちゃめちゃちっちゃい人間みたいですね。で、続いてりょうさんよろしいですか？僕はグラウンズの1年ぐらい前に結構よく行くセレクトショップで見かけてて、こういうちょっとデザインハイテク系のやつであんま持ったことなかったんですけど、ちょうど欲しいなと思った時に偶然誕生日プレゼントでもらって、なんか見た目的に下めっちゃ柔らかそうじゃないですか、もうカチカチなんですよ。見た目と反省すごいこう刺すいいんかなと思ったらカチカチで、でよく家系ラーメン屋とか行くんですけど、ラーメン屋ってもう油結構床あれじゃないですか。そうですね。たまに本当にイナバウアーしちゃうぐらいスーンって滑ってあーってなる時結構結構それ気に入ってんの？気に上なの？もう家系ラーメンね二度と履かないでください。でもこのニットの部分それニットになってるんですよね。ニットですね。とかでもやっぱ履き心地とか良さ履きそうです。心地めっちゃいいです。だからスリッポンぐらいスッと履けるし、ここもゴムなんでなるほどスッと履ける。結構もうじゃあ普段から履かれてるという。そう最近一番履いてるかな。はい。ただちょっと滑るんですよ。いや滑るって結構致命的だけどな。本当これ僕一番気になるんですけど、ライブの時に履いてるスニーカーっていうのをちょっと紹介していただいてもよろしいでしょうか？僕はこのオールドスクールと見せかけてホカですね。したホカはもう今ちょっと最強説流れてるんですよ。もうこの履き心地とかやっぱえぐいってやっぱみんな言うんで、やっぱり昔からライブはブーツが多かったんですけど、年も取りながら徐々になるべく楽したいっていうところもありながら、もう結構僕客席に飛び込んだりもするんで、なるほど。行くのはブーツでもいいんですけど、帰ってくる時がやっぱり知らんな。そっちなステージに戻ったり全然考えたこともなかったその発想。飛び込むのは何でもいいんですよ。帰ってくるのが大変なんですよ。飛び込んで逆に怪我させたくないとかそういうことじゃない。それもそうだよ。それもそうです。確かにやっぱブーツよりは他の方が絶対に安全ですから客も。安全ですね。なんなら動けすぎて肉離れしたんですよ。マイナスプロモーション。動けすぎ。それはあなたのせいです。多分ブーツではある程度多分固定されてた動きが自由になりすぎて、一昨年ぐらいに一回肉離れしちゃったんですけど、最初はクリスマスに奥さんからもらったんですよ。プレゼントされてもらって、で普段履いてたんですけど、やっぱこの一歩の速さ、バンドマンなんで別に一歩の速さ必要ないとは思うんですけど、そうですね。一歩目の速さって少年野球ぶりに聞きました。盗塁したい。盗塁したい。じゃあ勝間さんお願いします。僕はですね、このチャックテイラーもやっぱCT70 チャックテイラー。やっぱりこうバンドマンの方イメージありますね。やっぱロックはコンバースだろっていうのがありまして、オールスターでやった時もあったんですけど、この CT70 を知って、このちょっと細めなところとか、あとやっぱソールも違ったりとか、履いてみた感じでやっぱめっちゃいいなってなったんですけど、日本で買えないじゃないですか。そうですね。なかなか悲しいかな。なので海外レコーディング行った時に、モール行った時に見つけて、ですぐ買って、僕やっぱドラムなんで、ペダル組むじゃないですか。だからドラム叩く時は逆にソールが結構ガー出してくると
ちょっとやりづらい。やりづらいですね。座ってるしね、盛らなくていいしね、身長。そう身長盛る必要もないんで。でも確かにドラムの方って一番スニーカー見えることないですね。そうなんですよ。同じやつ並んでるの。そうなんですよ。そうなんです。微妙にサイズが違う同じのが並んでるんですよ。逆に変わり種を。いや、その2足俺可愛いなと思ってたんですよ。やばくないですか？特にそのちょっとこれ野球ボール？絶対ボールっすよね。絶対そうっすよね。絶対そうだ。絶対そう。それは。それどこで購入されたんですか？全然覚えてないです。マジかよ。そんなパンチあんのに？じゃあちょっと続いては横地さんお願いします。はい、ライブで今履いてるのは、はい、このナイキなんですけど、はいはいはい、こっちの話したくて、このプーマのソックスニーカーなんですけど、はい、これ僕らが2018年に武道館でライブやった時に履いてたやつで、うわなんかもうちょっと汚いんですけど、なんか一応思い出で撮ってやるみたいな。いやそれはいいっすよね、やっぱり。やっぱこういう、なんだろう、ちょっとトレシュっぽい感じの方が、やっぱギタリストもエフェクターの踏み替えとかする時に間違えて踏んじゃうことが多いんで、これは意外と足元というか指が動くんで、結構親指だけ動いたらそんな重要だったりして、なんかやっぱもう武道館とかってもうこう本当に大一番みたいな場所じゃないですか、やっぱり、服装とかスニーカーとかってやっぱもうこう何日か前ぐらいからイメージしてるもんなんですか？しますね。なんか普段はそんなしないですけど、さすがに初めての舞台だったんで、こういう感じでこういう格好でこうやって弾くみたいなのは結構1週間ぐらい前から準備してやってましたね。でもスニーカーはこいつでいこうって。そうですね。はあ、すごいな。そんな場面全くないな。そんなことないでしょ。マジで迷わないんですか？いやでもまあ迷いますけど、もう選択肢がこの番組に関しては狭まってきてるんで、毎回違うの履いてるんで、どんどん買っていかないと。どんどん買っていかないと。意味ない、ギャラで追いついてないけど、追いついてないんだけどな、本当に。これはムーンスターのハイカットです。はい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 。まあ今横地が言ってたみたいに、僕ギターなんでペダルの踏み替えがあるんですけど、その時にやっぱこの細いのがすごく役立って踏み間違いが少なくなるっていうのと、足長効果がやっぱりまあまあでもやっぱライブ映えなんですかね、やっぱ足長効果はやっぱり、少しでも盛れるなら盛りたい精神で。黒ソール結構マストだよね。黒ソールはマストだね。でバンドマンが多いですよ、黒ソール履くのは。そうなんですね。それ真っ白だったね。でもまあ黒と白で毎回じゃあ住み分けもされてるんですね。そうですね。ツインギターなんで。確かに絶対してない。してない。今完全に僕のコメントに乗りましたよね。いや、初出しだったんですよ。さすがに分かってらっしゃる。僕は基本ライブはもうブーツなんで、あんまりスニーカーを履いては来なかったんですけど、まあやっぱオールスターも一周回って、ちょっと違うデザインみたいなのを探してた時に出会ったのがこのパラディウム。パラディウム。文字多いな。全部に文字普通のシンプルなのは俺無理なんですよ。もう飽きちゃって。まあでももう本当ファッション見た感じからそうなんだろうな。キャップだけですもんね、シンプルな。だからもう僕が履き心地とかよりも、まあそれこそライブ場に出たらパンチがある方が好きなんで。でもパラディウムってもうすごい結構重厚感あるように見えますけど、めちゃくちゃ軽いですよね。だから結構ライブでも履ける感じの、普段履きでもよくちょっとスーパー行く時とか全然履くし、ちょっとスーパーは行かない。ちょっとスーパーでもおしゃれに行くっていう。周りがびっくりします。ちょっとスーパーは。ベーシストの人が一番履きやすいのってどういうスニーカーなんですかね？知らんっすね。すげえ素直。あんまりベーシストだからっていう観点でスニーカーを選んだことがないんで。この番組よりも多分そうですね、ヘイヘイヘイとか出た方がいいと思う。めちゃくちゃ向いてると思いますけどね。僕はこれですね。うわー、似合いますね。めちゃくちゃあります。完全に見た瞬間に俺のためだと思います。いや間違いないです、間違いないです。エアジョーダンとコムデ・ギャルソンのコラボなんですけど、
その発売した当初ちょっと躊躇してる間に売り切れちゃって、初めてオークションとかで探しまくってプレでちょっとプレでプラス1万ぐらいだったはいくしかねえなと思って買ったんですけど、履けてないです。なんかそういう値段で出したスニーカーなんか履けなくてずっとしまってる。ロッカーロックスターなんかもったいなくてもともとライブで履こうと思ったんですけど、ちょっと違うなってなってからずっと箱に入れてました。これだけめっちゃ似合いそうだけどね。履けよそうですね。せめて履かないなら飾ってもらっても箱に入れっぱなしですか。1回だけスーパーに行ったんですけどスーパーよく行くなあの人。スーパーみんな行くでしょ。スーパー行くなよスーパー生きていけないんだろスーパー行かないと。行くなよ。僕もそうですね、多分レア気味で言ったらこれそうですね。リーボックのエイリアンストンパー、映画でエイリアンのリプリーが履いてたやつの低いバージョンなんです、でも僕も一回も履いたことないです。履こうと思って買ったんですけど、まあ似合わない。いやどちらかって言ったら絶対似合う方顔だとは思う。はい、絶対似合うと思いますよ。アメリカすぎるんじゃないかな。アメリカすぎる顔してる別に。いやでも今日いけんじゃないかな、意外と。いけるじゃん。いける。いやめちゃくちゃ似合ってますよ。だから唯一あれかもしれないですね、飾ってるやつかもしれない。まあレアかな、別にレアじゃないと思うんですけど。ナイキのこれは僕が持ってる唯一のナイキなんですよ。ただ一足の。だからアディダスとナイキで一足ずつしか持ってない。その一足ずつがなんか強いですね。濃いですね。一目惚れしてまして、でこの色も好きな感じだったんで、渋い、まあちょっとブーツ感もあったりして、これはなんかそれこそアメリカにツアー行った時に履いてて、その時一緒に回ってたバンドのやつがこの靴見てクライズイって言ってました。いやこれ持ってないです。言い方まで真似しなくていい。言ってたんですよマジで。クレイジーなの履いてるぞこいつは。クレイジーな靴らしいです。どうやら。アメリカ人が認めるクレイジージョーダン。僕もこれ貴重じゃないと思うんですけどジョーダンのなんかのやつです。杉さん一応モデル名がジョーダンの DNA-LX という僕もちょっと存じ上げないモデルなんですけど。それはどこのアウトレットだった？これはフロリダのアウトレット。結構あれですか、皆さんで海外行った時みんなで買い物とかも行くんですか？なんかみんながオフになるタイミング一緒なんですよね、やっぱり。ライブがオフだったりだとか。そうですね、自然とそうなりがちですね。楽しそう。最初だけです。いやめちゃくちゃ楽しい。でももうどこでも量とかはどこでも日本にしちゃうんですよ。なんか葉っぱなんだっけ、お茶っ葉。大丈夫。今オチから言っちゃったんだけど。緑茶を茶こしと緑茶だけ持ってって、普通に急須とかさすがに持っていけないじゃないですか。持っていけなくもないですけど。普通にそれでやってたら向こうのやつが。お前マジかみたいな。何ジャパニーズティー全部使えねえっすよ。全部使えねえっすよ。まあさっきスーパースターも紹介したんですけど、それに次ぐというかそれ以上かもしれないのがやっぱりバンズのオールドスクールですかね。オールドスクールね。これはもう何足目か分かんないですね。もういや僕も本当 ABC マートで何足買ったことか。いや本当それですね。本当に。だってあれいっぱい持ってていいように箱がちっちゃいんじゃないかなって思うぐらい。スリムな箱ね。確かに。僕も生涯で多分一番買ってるのはやっぱバンズのスケーター履いたオールドスクールが。また自分にしか似合わないのだってさ。一周回ってベタなやつやっぱ飽きちゃうんですよ。人と違うのがやっぱ良くて、これはアメリカツアーだったかワープドツアーだったかの時にモールで見つけて、BMX ライダーのなんかコラボかなんかあったんですけど、
これは即買いました。いやだってすごいそれとこれでしょ持ってきたの。そう似合うな。見たことねもうなんかてかそれあなたがデザインしました？行こう靴のブランドやろうかな。本当になんかやっぱりバンドを始めた頃、このコールドレイン組んだ頃って、とにかくお金もないし、でツアーとかも本当炊飯器も持ってツアー行って、ツアー先のライブハウスで米炊いてみたいな時代もあったんですけど、そんな時にまず靴買うお金がないじゃないですか。だけどやっぱり多少はかっこよくしていかないとステージ登るんで、そういう時にやっぱりバンズってそういう状態でもギリギリなるほどね。新しく買い替えられる価格帯でもあるし、で当然そのサブカルチャー的な部分でやっぱ根付いてるものがあるんで、とりあえずあの時代のバンドマンはみんなバンズだったイメージはあるっすね。なるほど。やっぱバンズ履いとけば間違いないし失敗はないみたいな。わー、じゃあもう本当に駆け出しの時を支えてくれたのがバンズっていうですね。これは間違いなくそう言えますね。なんだよ、散々ふざけて最後いい感じで終わらせる気かよ。いい加減にしてくれよ。まあそうやってこの下積みの頃このバンズを皆さん履かれてて、でそっからバンズが主催するフェスにまあね出演されたわけじゃないですか。それでどういう気持ちなんですか？超やべえって感じですね。だいぶライトね。まあでも率直にそう。いやでもなんか言葉ないですもんね。まあそのワープドツアーっていうのは映像でもうずっともう中学生高校生とかの時から見てたフェスだったんで、映像でそれに行けることになって、基本的にもうステージとバンドがずっと一緒に全米を渡るっていうツアーなんですけど、毎日初日がだからそれのなんか一回みんなでサウンドチェックするみたいな日なんですけど、一角が全部もうバンズの箱とかで埋め尽くされてるエリアが一瞬できて、パスさえ持ってれば一個ずつ靴とか持ってっていいみたいな。なんじゃそりゃ。そのワープドツアーでこうもらって履いてたやつを一足ぐらい持ってこいよ。マジで誰もそれ多分全員捨てて帰ってきた。ないのここにワープドツアーのやつ。マジで一足もない。なんでもうやられすぎて砂とかその日々のみんなで横断して。そでもツアー中はみんなバンズを履いてるんですもんね。そうですね。ほとんどそうですね。ほぼそうですね。でももう本当にでも音楽とスニーカーってなんかもう切り離せない関係ですよね。確かにそうですね。でも俺今すげえそうやってワープドツアーバンズって今思い出いっぱい語ったけど、ワープドツアーのステージは全部ブーツでやりました。めちゃめちゃマーチ。やっぱロックさってひねくれてるんですね。やっぱりね。今思えばステージは全部ブーツでマーチになったな。でもそこを何も言われないんですね。バンズを履いてくださいみたいなのはないんですね。まあ適当っすね結構、そこら辺は。それもなんかアメリカっぽいし、なんかいいですね、逆に強制しない感じが。確かに。じゃあもう最後なんですが、コールドレインにとってスニーカーとは何ですか？GQ に呼ばれて、単体だったら語れなかったけど5人で来たら割と語れたっていう感じです。いやでも間違いないですね。いやでもこの5人でやっぱ思い出たくさんありましたもんね。そうですね。思ったよりスニーカーと生きてきたっていう。本当今まで1対1しかなかったんで、僕もなんですか不安というかどういう感じなんだろうと思ったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。ただ一つだけ心配があるのが、全体的にふざけたところが多すぎて映像に上がった時中身が薄くなってるそれだけです心配は。お願いします。まあ一応コールドレインの中での NG はないんで。あ、そうなんですね。あとはもね、これ本当にすごい楽しかったです。またちょっと何かでぜひ一緒に、はい、やらせてもらえたら嬉しいです。今回のゲストのコールドレインさんでした。ありがとうございました。皆さん、今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか。面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして GQ ジャパン YouTube チャンネルでは他にも様々なビデオを公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。